なんかよくわかんないルール多いよね日本って。あれよ、しかもなんていうのかな、別にこうはっきり言われてないんだけど、こう暗黙の了解、暗黙の了解でなんか理解して察知しないといけない、なんかそれがなんかそれで日本人の質が決まるみたいなさ、めんどくさいんだ、団体行動だからね。そう。でも謎の規約は結構あるんだよな、規約ってかその書いてない規約はあるんだよな、謎のルールが突破するあ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 るよね。なんで関西さっきのになった今。そううちらのさ職場のさ、うちらが出会った職場うちらが出会った職場、私服だったじゃん。私服だった。で一応なんか巡回する時は脱製コートをさ、脱製の着るの結構好きだったんです。巡回っていうモードになるのが好きだった。あれすげえ嫌いだった。本当脱製んだもん。なんかそうあれ青いやつだよね。そう青いやつ。ちなみによくじゃさ、入った日でうんものすごいこんなヒール履いて、ティロンテロンのもうぴったりしたパンツ履いて、じゃあ外行くから一緒に行きますかみたいな感じであれを羽織った時超笑ってたからこの中であ、それ着るんだみたいな。なんかさ夜間の入館口確認しに行くっつってて、あの日行っててなんかそれ着るのかって思った瞬間でもあったし、なんかじゃあ行ってきますとか言って中村さんに言っててちょっと面白かったですあれギャルがそれ着るんだと思ってちょっとシャキッて言ってて、もう嫌だったよあれ、すげえ嫌いだった。すごいピーヒールみたいなのさ歩いててさあの時にそれを着るんだねって受領した瞬間だったらしい。ルールなんだぞ。ルールいや着てる。あれ嫌だったんだ。嫌だったよ。ちゃんと着てたね、外行く。着てたよ。おかしくてさ、私。だって他文句言われないからさ、それだけちゃんとしとけばいい。そうだよ。でもあそこはそれが良かったと思ってた。と思ってた。それでその面接の時最初さ、一番最初派遣会社だったじゃん。途中から契約社員になって。そうだった。でその派遣会社の人たちと一緒に面接に行った時に、その派遣会社の人2人とうち1人とで、あと部長とさ、あれもう1人いたっけ、あともうすでに派遣社員で働いてた人で面接した時に、うちねスーツを着てかなかったわけよ。スーツ持ってたっけな。何で着たの？なんていうの、多分9月ぐらいだったと思うんだけど、白 T に黒のシガレットパンツで黒のノーカラーのちょっと肩ピッて張ってるジャケットを着てったの。一応スーツじゃないそれ。なんていうの、セットじゃないからスーツじゃないんだよね。そう一応色はもう黒白でパンプスで、ただ要は普通のリクルートスーツじゃないスーツで行った。リクルートスーツじゃないってことね。そうって言ったら、まず派遣会社の人にも「スーツじゃないんですか?」ってまず言われたのと「だって私服ですよね現場」っていううちの返答で、それで結局受かって働き始めたけど、なんかうちが最初に来た時にみんななんていうの、監視カメラでね、見るよね、あそこはね。入場シーンから見てたらしいんだけどその入館シーンから見てたらしいんだけど、なんかスーツじゃないやつが来たっつってどよめいたらしくって。へえ。そうでもさ、でもノーカラーってだけなんだよね。ノーカラーでもさ、ノーカラーでなんかちょっとなんていうの、ちょっとフォーマルっぽい、なんか丸襟っぽい感じの、なんかシャネルのツイードジャケットみたいな形の、分かる分かる。ちょっと短めの丈でっていうやつだったの。ちょっとおしゃれに見えたのかな、こっちから。多分ね、普通のシルエットじゃないわな。普通のなんか面接に来る人のシルエットじゃないのは理解できるけど、私服じゃんか、だって私服だし、だって見られるところ。でも一応清掃だよね、一応。そう清掃だし、別になんていうの、とした格好じゃないよね。なんていうの、露出がすごいわけでも、ものすごい派手なメイクをしてったわけでもないし、ヒールは履いてたけどさ、普通にちゃんとつま先も見えてない綺麗なパンプス、かかとも開いてない綺麗なパンプス履いてったし、それで言われて、なんでみたいな。めっちゃ見られてんな、めっちゃ最初から本当だね。そうでも私そこの会社入った時、私もリクルートスーツじゃないよ。ただスカートだった。膝丈スカートではあったけど、黒ジャケ羽織ってた気がする。でちなみにここもロンティーだったけど、つまりシャツじゃなかった。なぜならば私のシャツじゃなかった話はシャツじゃなかった理由があって、パツンでさ、久々に着たジャケットがさ、シャツだとさクシュクシュってなってるのかな、もうデブすぎてなくてユニクロのロンティーを着てった記憶がから多分私もそういう意味ではだけど何も言わなかった。多分それはね、全般的に多分普通に見えたんだね、それはね。そう、なんかなんでと思ってさ、
私ねうちフランスにいる時にいろんな人に聞いたんだけどさ、例えばエンジニアとか、そういう人たちってさ、みんな私服で仕事するじゃん。だから聞いたんだよね、スーツとかって着ないのって、こっちの人ってあんまりスーツ着てる人見ないって、普段なんかその辺歩いててもスーツ着てる人見ないんだけどって言ったら、スーツなんか着ないよって言ってて。何着んのじゃあ。私服。へえ。だからそのエンジニアとかだったら別に面接の時にスーツ着ていかなくてもいいわけ。なんかうちらってさ、別になんていうの、指示されてるわけじゃなくて、なんとなくそうなってるよね、なぜか。なんとなくなんとなくとかじゃないよ、ごめん、大学で指示されてる。大学で指示されてる。そう。でもデザイナー軍はそんなの気にしない、っていうかおしゃれにしていかないといけなかったりするから、またちょっと違うんだけど、だったら指示されてる。そう、もうさ意味わかんない。だってさ、働くの私服なのにさ、なんでスーツを見せなきゃいけないの？なんでさ、一回その会社にずっと勤め続けるんだったらさ、もう一度も他着ないためのスーツをなんで買わなきゃいけないのっていうのが本当にわからない。その就活生のスーツもうち本当に嫌いで、本当に嫌いで、ダッセーのダッセーの、もうみんなさ何万もすんのにね。本当に高いよねあれ。何万もする。私もらってなんとかした気がするし、ベージュのスーツで行って、別にそれで大丈夫だったよ。ベージュのシャツで何も言われなかった？黒じゃなくて。でも私の個性だと思ってるから、当時はベージュが好きだったんだよね。まだくすんでなかったしね、肌も。って言って別に問題なかった。だから私7社受けたけど6社受かってるもん、当時で。ただ、その時から疑問は湧いてた。なんでリクルートスーツじゃないから受かってると思うし、何百人って56人選ぶ時にもうね、落とす理由がないんだって。人事の子に後々聞いた。もうフケがついてるからダメみたいな、そのレベルで落としていかないと次に行かないんだって。そうだよね。だからベージュの子ってなるわけだから、それでよかったと思ってるよ今でも。逆に最近はどうなの？なんかさ、リクルートスーツになんかもういいんじゃないのみたいな声が出てるみたいな記事とか。出てるどころの騒ぎじゃないけど、結局はリクルートスーツ大部分は。そうなの？まだちょっとグレーとかになってきてるぐらい。グレーとかネイビーとか、なんか季節の色を取り入れましょうで、なんか謎のスミレ色みたいなスーツとかも出てきてるけど、とにかく形は崩れないで色が変わってきてるぐらいかな。そうなんだ。チェックとかなんてきたらもうアウトだよ。パンツスーツ受かりにくいらしいよ、本気で。女の人なんで？言うこと聞かなそうに見えんじゃない？意味わかんない。動きにくいんじゃないのって。そうなんだよ。日本のなんか言ってたけど、なんか自分よりも能力がありそうとか、なんか立てつきそうな人は選びたくないっていう人種がいるらしいよ。それ悲しいよね。自分の実力がないから脅かされると思ってるのっていうのがあるらしいよ。私的に自分が部下を雇うとしたら、自分より仕事ができる人で楽したいけどね。わかるわかる。なんかできるマネージャーが欲しいと思ってるからね。そう、パッパって何でもさ、自分で考えてやってくれる人の方がいいよね。指示しなきゃできない人なんてさ、本当に使えないじゃん。あと話しててもなんか発展性なさそうだし。そう、つまんないね。